皆さんこんにちは。ヨガフォーライフ代表の奥川めぐみです。本日は冷え性改善のビンヤサヨガを一緒にやっていきましょう。冷え性の方、特に女性がね、すごく多いと思うんですけども、冷え性になる方っていうのはやはり体の全体の血液の循環が悪くなって、リンパの流れが悪くなって、そして末端の方がね、結構もう冷えて痛いって冬とか寒い時期になると、もう指先、足先が、とても冷たくなっている方とか多いんですが、やはりここを解決するためには血液の流れ、循環を良くしていくことが大事ですし、体の内側から熱を作るためにはある程度筋肉をね使っていく必要があります。ですので今日は筋肉をね短い時間ですがしっかり温め使いながら熱を作り出して、そしてね末端の方までしっかりと血液が流れて酸素がいって栄養がいってっていう風に体全身の巡りを良くしていくものを一緒にやっていきましょう。また、今日最初にね、呼吸法をしていきます。完全呼吸と言って、お腹、そして胸の方に呼吸を入れていく。そして横隔膜を使ってね、しっかりと呼吸筋を使っていきますので、呼吸が深くなっていくと、やはり体の緊張も抜けていきますし、しっかり巡ってね、酸素が末端の方まで届きやすくなります。なので、やはり呼吸が浅い人はね、冷え性にもやはりなりやすいので、深く呼吸をしてから動いていきましょう。では、早速始めていきましょう。マットに楽に座っていきます。最初は完全呼吸法からやっていくので、今日は少しわかりやすく右手を胸の上に置いて、で左手はこのあばら骨、この肋骨ですね、のちょうど下ぐらいに置いてあげると胃があるような場所、このあたり、ちょうど胃と、おへその間ぐらいですね、手を置いていきます。鼻呼吸で行っていきますが、一度ね、全部鼻から息を吐いて、胸もこの触っているお腹もへこませて小さくしていきます。一度鼻から吐いていきましょう。ぐーっと手が下に沈み込んでいく感覚です。お腹薄く、胸も薄くなったら次の吸う呼吸で、今度はね、お腹ゆっくり膨らませて鼻から吸っていきます。手でお腹ぐーっと押されるような感じ。お腹で手を押されて、そして胸も広がる感覚です。吸い切って胸も広がったらまた吐いていきましょう。今度は鼻から吐きながら胸が縮んで、そしてお腹もゆっくりと狭く狭くしていきます。吐き切ったらもう一度鼻から吸ってお腹膨らませていきます。お腹で手が押され、膨らんだら胸も膨らませて。大きく広がり、切ったらゆっくり吐いていきます。鼻から吐いて。胸がぐーっと手が下に沈み込んで、お腹の方も次第にぐーっと引き込まれていきます。あと2回繰り返しましょう。鼻から吸ってお腹膨らませる。胸。吐いていきます。吐き切ったらラスト1回鼻から吸って。鼻から吐いていきましょう。ぐーっと最後お腹へこませ、胸もぐーっと小さくしていきます。お腹へこませ、吐き切ったらゆっくりと自然な楽な呼吸で鼻から吸って、一度楽に両手ほどいていきましょう。内側から少しね、温まった感覚すると思います。今度は少し末端を動かしたいです。指を少し手をね、外側からでも内側からでもいいので回して手首をね、少し動かします。この末端の方が、血液行きづらくなるので、このね、手首の方少し指もね、グーパー握って、指先の方もしっかりと動かしていきましょう。このあたりね、しっかり動かすことで、末端冷え性の方ね、血液循環良くなっていきます。
じゃあ今度足を少し回していきます。両足楽に伸ばして、まず内回しいきましょう。この時ね、ちょっと指先も意識して、こう前に行った時に伸ばす、つま先まで。そして、かかとをしっかりぐっと90度にして、ふくらはぎまで刺激が入るようにして、外回しして、指先、つま先の方までね、しっかりと循環、血が流れていくようにしていきます。霧のいいところで反対回し、外回し行きましょう。足首、そして足の甲がこう前に行った時に伸びていくように。しっかりと足の付け根、しっかりと指先の方を意識して伸ばしていきます。OK です。ではこのまま四つ倍になっていきましょう。今度はね、少し股関節周り、今足首手首やりましたが、今度はこの足の付け根、下半身へのね、血液の流れのすごくこう大事な場所なので、ここを動かして流れ良くしていきます。両手肩幅です。両足、腰幅、膝がちょうど足のこのね、付け根の真下に来るような感覚。しっかり背骨立てておきましょう。腰がこう反ったり丸まらないように、ちょっと下腹入れてまっすぐな状態。まずこのまま右の足を膝曲げたまま上に引き上げて外回ししていきます。ちょっとお尻の力と股関節を動かす感じ。ゆっくり外から回します。呼吸しましょう。吸って、吐いて下ろす。もう一度吸って、吐いて下ろす。吸って外から回す。吐いて下ろす。ラスト1回吸って、吐いて下ろします。一度ニュートラル、しっかりと背骨まっすぐな状態。反対行きましょう。結構ね、コアも使ってバランス取っていきます。左足膝曲げたまま吸って、吐いて外回し。吸って吐いて外回し。体ぶれないように吸って吐いて外から。もう一度吸って吐いて、ラスト1回いきます。吸って吐いて下ろします。このまま足の指のつま先を立てて少しね、お尻、かかとの方にぐーっと押して、足のね、つま先ぐっと刺激入れましょう。両手でちょっと両手マットぐっと押すような感じ。ここで鼻呼吸しましょう。ゆっくり鼻から吸って、鼻から吐いていきます。もう一度行きましょう。吸って、ゆっくり吐いて。さあ、このまま一度また四つ倍に戻って少しね、手の位置前に歩かせます。手のひらしっかり指開いたままダウンフェイシングドッグ一度上がっていきます。1回目のダウンドッグなので、まず手とね、この足の間隔の幅を狭すぎず広すぎずの場所探していきます。で、ちょっとね、足の裏まだ硬いです。ハムストリングスほぐしましょう。少し交互に右足、左足を膝を曲げて伸ばして、足の裏側がね、少しずつほぐれていきます。お尻の後ろにかけてもね、伸びるように。で、少しずつほぐれてきたら、一旦両膝曲げて、少しね、上半身の伸び作りましょう。手のひらしっかりマットをして、お尻斜め上、お尻の骨、座骨が天井に伸びるように。そこから両手しっかり伸ばして、マット押しながら、背骨長く伸ばします。ぐーっと長く背骨、上半身伸びたら膝伸ばしていきましょう。そこから足の甲までマットに落とせる人は押して、床の方にかかと。ただね、浮いてても構いません。自分が今できるところで呼吸していきましょう。首頭リラックス。背中が伸びて足の裏側、お尻も伸びます。このまま目線前見ましょう。少し温めてお腹使いましょう。プランクポーズ。足と手、お腹、ここしっかりコア入れていきましょう。首が落ちたりしないように首長く息を吸って、吐く息でもう一度ダウンドッグに戻ります。少し呼吸と合わせます。息を吸って、吐く息でプランク。吸う息でダウンドッグ。もう一度吐く息でプランク。もう一度吸って。このままぐっと伸びたらもう一度プランクになって、この位置で少しね、お腹と
腕、足の力で意識してもう一呼吸いきましょう。息吸って、次の吐く息、膝ついて OK です。脇肘締めて少しずつ体マットに下ろしていきます。降りてきたら足の甲を寝かして、両足腰幅です。両手胸の横。脇肘締めたら息吸って、ベイビーコブラ。少しね、背中背筋使いましょう。吸ってもう一息呼吸。吐いて降りて。もう一度吸って、胸を開く。吐いて降りる。もう一度吸って、手の力じゃなくって背筋で上がります。吐いて降りましょう。足のつま先立てたら手でマットを押して、ゆっくりダウンフェーシングドッグ。もう一度背中、足伸ばしていきます。このまま目線前を見て、一度右足を両手の間に。そして左足も両手の間。両足の膝を伸ばして背骨長く息を吸って、吐く息で膝きつい人は曲げてもいいです。いける人は前屈頭を下。もう一度息を吸って背骨長く伸ばします。吐く息で少し足の裏伸ばしましょう。きつければ膝曲げて OK です。次の吸う息でゆっくり上がります。両手頭の上で合掌。目線上。吐いて両手胸の真ん中。一呼吸つきましょう。ゆっくり吐き切ってから、もう一度吸う息、両手横から回して、吐く息、両手横から回し広げて前屈です。吸う息で、両手足のすね背中長く。吐く息、右足大きく一歩後ろに踏み込んだら、右の足の裏、90度ぐらいに足のかかとをしたら、少しだけね、つま先中に入れます。そして、左の膝の上に左肘を乗せます。少しね、左の膝中に入ってこないように90度に保って、膝が正面。右手右の腰に置いて、右の足の裏ぐっと押していきましょう。お尻と下半身、しっかり全身ね、足の裏押して、上半身が下に落ちないように少し上に引き上げて、右の体側を天井に呼吸しましょう。ここから右手上。息を吸って、ゆっくり吐いて、足の力しっかり使います。息を吸って、ゆっくり吐いて、ラスト一呼吸、上体上に引き上げる。次の吐く息で、右手、左手、マット。左足後ろに引いてダウンドッグになりましょう。一度背骨長く伸ばしたら、ゆっくりプランクポーズ。一度息を吸って。吐きながらチャトランガ。きつい人膝ついて OK。いける人このまま。一回全部マットについて、脇肘締めたらベイビーコブラ。吐いて降りて。足のつま先立てたら手でマットを押して、両足ダウンドッグに戻っていきます。一呼吸つきましょう。息を吸って、ゆっくり吐いて。そのまま目線前です。今度は右の足を一歩大きく両手の間に踏み込みましょう。左足の裏60度ぐらい。足のつま先ちょっと中に入れてしっかり足の裏つきます。左膝伸ばしたら今度右肘が右膝の上。先ほどと反対。左手左の腰。でこのままね、しっかりと肩天井に開いていきます。そして胸も開いたら左手天井。息を吸って上に長く伸びる。ゆっくり吐いて。下半身しっかり使いましょう。吸って、ゆっくり吐いて。ラスト一呼吸。息を吸って、吐く息で左手マット、両手しっかりついたら右足後ろ、一度プランクです。一呼吸吸って、きつかったら膝つきましょう。できる方、そのままチャトランガ。全部降りてから吸ってベイビーコブラ。吐いて降りて。足のつま先返したら、ダウンフェーシングドッグ戻っていきます。呼吸、一呼吸入れましょ
ゆっくり呼吸したら目線前を見て、歩くか一歩ずつ両手の間に両足。息を吸って両手足のすね。吐く息で降りていきましょう。前屈。次の吸う息で少し頭を起こしたら、そのまま両膝曲げてお尻マットに下ろします。降りてきたら膝を立てた状態、仰向けに寝転がっていきます。ここから両足を腰幅に開いてセツバンダーサナ入っていきましょう。少しね、体をしっかり引き上げて、内臓の位置を元に戻して、しっかりと体内側から温めていきます。足腰幅で少しね、かかとお尻の方に近づけて、足のつま先しっかり正面。両手体の横。まずはしっかりと意識していきます。一度息を鼻から吸って、吐く息でお尻からゆっくり引き上げます。この時膝開かないように、膝は中に締めていって、お尻引き上げる。ここで腰が反りすぎないように。腰はそんなに反らずに、お尻のこの骨を上に引き上げる。仙骨を上に引き上げる。息を吸って呼吸します。一度吐きながら上から一本一本下ろしていきましょう。背骨を下ろす。呼吸に合わせて少しこの動き繰り返します。吸って、吐く息でお尻アップ。上までぐーっと引き上げたら膝太もも内側にインします。ぐっと。ゆっくりと降りていきましょう。丁寧に降ります。ラスト1回いきましょう。息を吸って、吐く息で背骨、お尻ゆっくり引き上げる。最後引き上げたら膝、内もも、内側にぐーっと中に押して、お尻の力しっかり使っていきます。腰は反りすぎないように、呼吸は柔らかく入れて。あともう少しお尻引き上げる。ゆっくり最後、吐く息で背骨の上から一本一本下ろして、降りてきたら、一度リラックス。ふーっと息を吐き切って、一回ね、両手で膝抱えましょう。少し胸の方に引き寄せます。今使ったところほぐして、軽く左右に揺すりましょう。少しずつ揺らしたら、このまま真ん中で止めて、ハッピーベイビーのポーズ。吐いていきます。今使ったね、足裏伸ばしたいので、右足膝、左足膝を曲げて、両手でね、足の裏を内側から掴みます。で、この時に膝の上にね、ちょうどかかとが来るような感じで合わせていきたいです。なので結構膝を曲げ、足首しっかり曲げて、で、この手で、この足のかかとを膝方向にぐーっと下に押していきます。で、背骨がまっすぐ伸びて、ぐーっと上からね、プレッシャーをかけることによって、右と左のお尻、後ろ側、そしてハムストリングス、股関節周り、内ももがじんわり伸びていきます。呼吸をしましょう。ふーっと呼吸をしながらじわじわと伸ばして。体の内側から熱が今エネルギーぐーっと使ったので温まってる感覚すると思います。それが全身に行き渡り、体中がね、しっかり巡っていく感覚。呼吸で届けていきましょう。ゆっくりと最後、もう一呼吸終わった方は、両足を楽にほどいて、そのままね、両足マットに伸ばして、最後はシャバーサナで少しお休みしていきます。足は楽に腰幅以上開いて、力、脱力。両手も体の横、手のひら天井です。頭の力も抜いて、そして最後に目を閉じていきましょう。体の中からポカポカと温まって、手足、末端の方まで血が流れていきます。体の緊張感、コリや滞っている場所に
呼吸が流れていくように、自然な呼吸で目を閉じてシャバーサナの時間を味わっていきましょう。